6月25日、Apple が MacBook や iPad をいきなり数百ドル値上げしました。数百ドル？いきなり？理由は何なの？ AI です。 AI がメモリを爆食いしてメモリ業界の力関係を丸ごとひっくり返したその余波が今あなたの財布に届いています。 AI のせいで Mac 金上がりってどういうこと？ 24ヶ月で立場が逆転したちょっと信じられない話、順番に見ていきましょう。まず仕組みから。 AI の推論に使う GPU チップは HBM と呼ばれる高帯域幅メモリを大量に必要とします。 HBM ってスマホのメモリとは別物？別物です。でも元になる DRAM の生産能力やウェハーを取り合う関係なんです。サムスン、SK ハイニックス、マイクロン、この3社で世界の DRAM の9割以上を握っています。たった3社で9割以上？しかも HBM 割益率が高くて新しい工場はすぐには増やせない。だから限られた生産能力がどんどん AI 向けの HBM によっていったんです。工場が高級なオーダーに切り替えたら普通の在庫が消えたみたいな。まさにそれ。スマホや PC に使う LPDDR-DRAM の供給が絞られた結果、トレンドフォースの集計では2026年の最初の3ヶ月だけで DRAM 価格が最大 98% 上がりました。 98%、 ほぼ2倍に。しかも1年足らずで。そう、この値上がりを大きく受ける会社の一つが毎年億台規模でデバイスを作る Apple です。でもメモリを欲しがってるのは Apple だけじゃないよね。その通り、 Google、マイクロソフト、NVIDIA、AI をやる巨大企業がこぞって同じメモリを奪い合っています。今日は一番身近な Apple を主役に追いますが、これは業界全体に効いている圧力なんです。ここで一歩引いて、なぜ作れる会社が3社しかないのかを見ておきましょう。これ実は今回の不足の革新なんです。3社、サムスン、SK ハイニックス、マイクロン。昔からこの3社だけ？いいえ、30年前はメモリを作る会社が世界に15社以上ありました。日本の NEC、日立、東芝、三菱、ドイツのキモンダ、ずらりといたんです。そんなにいたの？どこ行っちゃったの？メモリは好況と不況の波がとにかく激しい商品なんです。値段が何倍にもなったと思えば翌年には半分以下に暴落する。その不況の波が来るたびに体力のない会社から脱落していきました。波に飲まれちゃったんだ。ドイツのキモンダは2009年に破綻。日本の LP ダ、一時は世界3位だったメーカーですら2012年に経営破綻してマイクロンに買収されました。最後まで生き残ったのは損失に耐えられた3社だけ。勝ち残った3社ってことか。そう。そして生き残った3社が骨身に染みて学んだのが、作りすぎるな、供給を増やしすぎると次の不況で今度は自分が倒れる。だから3社は今でも工場の増設にすごく慎重なんです。あれ、慎重ってことは急に需要が増えてもすぐには増やせない。だから AI の需要が爆発しても供給がついていけず、価格がロケットみたいに跳ね上がった30年の淘汰の歴史が今の品薄に直結しているんです。過去の傷が今のメモリ不足を作ってるんだ。アップルは長年サムスンや SK ハイニックスとの大口長期契約で価格を固定してきました。でもその契約が2026年初めに切れたとされ、いざ更新の交渉になると在庫が薄い時は買い手は安くしてと言いにくい。立場が弱くなるんです。それでティム・クック、もう無理ってなった？ 6月17日 WSJ のインタビューでクックはこう言っています。価格値上げはやむを得ない。40年以上でこんなことは一度も見たことがない。さらに100年に一度の洪水という表現まで使いました。100年に一度ってアップル、ああいう言葉じゃないよね。8日後6月25日に価格が動きました。 Mac Studio M3 ウルトラが3999ドルから5299ドルへ1300ドルの値上がり。 MacBook Pro が1699ドルから1999ドルへ。 iPad Air が599ドルから749ドルへ。 Mac Studio が一発で1300ドル、日本円で20万円近い値上がりじゃない。ただし今回 iPhone は対象外。ウォッチも AirPods も含まれていません。
でもクックは状況が続けば影響はさらに広がるとも語っています。ここからがこれマジの本体です。2年前この力関係は全く逆でした。逆らって2022-23年のメモリ不況期、サムスンやマイクロンは赤字を掘っていました。大口の買い手たちは価格を徹底的に叩いていて、マイクロンの損益がマイナスになった時期もあります。それが今やすっかり逆転しました。6月25日アップルが値上げを発表したのと同じ日、マイクロンが出した決算には顧客から積み上がった長期供給コミットメントが220億ドル分と書かれていました。220億ドル？今度は客の方がマイクロンに契約を取りに来てる？マイクロンの株価はその日 15% 跳ね上がりました。アップルの株は 6% 下がりました。同じ日です。さらに報じられた話では、今年初めアップルの幹部たちがサムスンや SK ハイニックスの拠点に近い韓国のホテルに長期滞在して供給交渉を続けたとされています。 Google やデルの幹部も同じことをしていたと。世界最大級の会社でもメモリを確保するのに自分から交渉に通い詰めるんだ。そして同じ6月25日マイクロンの CBO スミット貞永 WSJ にこう語っています。2023年に業界の設備投資が止まったのは価格も利益率も厳しすぎたからだ。当時の大口顧客の強気な価格交渉も一因だったという説明です。ただアップルを名指しした発言ではありません。このチャンネルはこういう業界の構造変化を追っていきます。役に立ったらチャンネル登録してくれると嬉しいな。次回もまた面白いの掘るよ。さらに奥があります。6月27日フィナンシャルタイムズが報じました。アップルは CXMT 中国のメモリメーカーから DRAM を調達できるようトランプ政権に適用免除を申請していると。 CXMT 米国防総省が中国の軍事企業リストに載せている会社です。このリストに載った相手との取引は規制や政治のリスクが大きい。だからアップルは商務省や政権内に働きかけて適用免除、いわばお墨付きを得ようとしていると報じられています。結論はまだ出ていません。これ2022年に似た話があった？あります。当時アップルは YMTC という中国の何度メーカーの採用を検討していましたが、米政府の圧力で断念しています。同じ構図が繰り返されている。それだけ供給が逼迫しているということです。じゃあ iPhone は今回は対象外だったけど安全圏ってこと？そこは何とも言えません。マイクロンの CEO は不足は2027年まで続き2028年から緩み始めると見ています。 iPhone がいつどれだけ影響を受けるかはまだ決まっていない。クックが影響はさらに広がると言ったのはその含みです。まとめます。 AI のデータセンター需要が HBM を吸い上げ、スマホ PC 向けの DRAM 供給が逼迫しました。 AI 向けが優先されて普通の DRAM が足りなくなったんだね。しかも作れるのは30年の淘汰を生き残った3社だけ。増産に慎重だから供給はすぐには戻りません。そしてアップルは Mac と iPad を最大1300ドル値上げ。一方マイクロンは同じ日に220億ドルのコミットを発表し、株価は 15% 上がりました。2年前とは立場がほぼ入れ替わっています。悪者がいるわけじゃない。みんながそれぞれ合理的に動いた結果こうなった。そう、資本集約型の産業が前例のない AI 需要ショックに翻弄された。その余波が今あなたの財布に届いています。あなたは AI ブームの請求書もうスマホやパソコンの値段で感じてる？コメントで教えてね。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。海外テックのこれまじミントでした。いなでした。またね。